直もう仕事は遊びだと思って遊びに来てるって感じです。集まってやってるだけのなんかまあいいじゃないけど、やめようかなって考えてるんですね。あ、そうなんだ。レオの男の子たちが愛を受けてるとは思えない。誰もが知ってる翔太君にしたい。そう思うのが愛じゃないのって俺は思う。正直言えばレオは売り上げだけなんで、姫と俺らのそのやり取りとか偽物じゃないっていうか、レオという店を存在を知られていないとここで働きたいってまずなんないでしょ。何が正解ってないのよ。正解にどうしていくかだから、俺らで。賛否両論の意見がある中で YouTube への進出を決めたレオ。大人です。実は今日レオのマヤさんに呼ばれてて、これはとレオ行くんですけど、ちょっと問題が起きて、何があったかというと、エルコネのって言ったらもうレオみたいな、もう象徴、エルコネの象徴なんですよ。はい、そのレオが大事件ですよ。月間の店舗売り上げ。それも普通の月間のナンバーファイじゃないんですよ。周年月なんですよ。今年12周年を迎えたレオ。エルコレの象徴とも言える存在だったのだが、今回初めて転落したのだという。レオに一体何が起きているのか。散々この YouTube の撮ってきたじゃないですか、リリオの周年とか。その時っていいじゃないですか。やばいです。普通の月やったりとイベントがなかったです。周年月では異常なことなんで、何があったんですかと前さん聞いた。ちょっと一回やばいんで来てほしいということで、もう自分も本当になんでと思って今日は来てます。はい。レオの凋落はエルコレ全体の指揮に関わる大事件。危機感を感じた軍神は涌井と会う前にレオの現状をキャストにヒアリングすることに。あ、ヒロ君、はい、ちょうどいいわ。俺ヒロ君の話したかったの。ああ、カブサムカブサムじゃねえよ。こんにちは、こんにちは。なんだこんにちは、カブサムじゃから陥落したじゃん。はい。俺そんなことびっくりして。なんでレオだよ。はい。じゃあ、なんでそうなったか俺知りたくて。多分自分もそうなんですけど、だいぶなんかさ、怠けてる部分もあるんで。なんで怠けんの。なんか僕に関してはなんか燃え尽き症候群ではないんですけど。ヒロ君で毎日何しに来てるの。今の感覚で言ったら、正直もう仕事は遊びだと思ってるんで、遊びに来てるって感じですよね、自分的には。なるほどね。実際さ、今見てこの状況、これからどうすんのこのレオは。あんまりない愛着。いや、愛着はあります。愛着はあるんですけど、どうすればいいのか分かんないでしょう。なるほどね。前回さ、俺会議に参加させてもらったけど、あんな感じなの。集まってやってるだけのなんかまあいいじゃないけど、ぬるくやってんなっていうか、まあそれで足元救われんだろうなって思ったら実際に救われてるし、俺は憧れて入ってきたけど、なんか違うなみたいな。その原因は何だと思うの。生きてるじゃないけど、なんかこうなんかぬるま湯使ってるように感じる。当たり前のことできないのに、まあヘルプでタバコ吸うとかもまあやってる人とかもいるし、ありえねえなって普通に。ルール守んないんだ。守んない。だから人も守んない。なんか俺って入った店合ってたのかなっていうか、それすらも感じるっていうか。レオに来てレオで満足してる。いや、あんましてないです。他の店でだった人が集まる店なので、もっと教えてくれるかなと思いますけど、言うてって感じでしたね。ガチな気持ちとしてはレオ残りたい、このまま。やめようかなって考えてるんですけど。あ、そうなんだ。まあそれは答えってことだよね。さらに話を聞いてみると、きらびやかなレオからは想像できなかった闇が次々と暴かれる。なんか俺が入ってきた時はザ・エルコレ店舗っていうイメージだったんですけど、最近はやっぱメディアの強いリリオンとかリタさんとかにちょっと負けつつあるのかなっていう。爆弾行為があったりとか、そういうところもやっぱ徹底するべきなのにちょっとなあなあにされてる部分があったりとか。この業界においてそういう爆弾行為とかってご法度じゃないですか。売り上げがあるからその人がいてくれたら店売りが上がるからみたいな、そういう風に持っていくのは良くないかなっていう。売り上げあったら何してもいいみたいな風潮あるのかな。現状
そういう部分があるのは至らないところかなって僕も感じますね。従業員が最近めっちゃゴロゴロ辞めちゃって、先月あたりでも10人以上数えたら辞めてて、なんで辞めるんですかね。俺はもう新人の枠は多分もう抜けて頑張らないといけないとこも多いんですけど、やっぱそうやって上に立って引っ張ってってくれないと僕らもどこについていったらいいかも分からんし、そのレオの良さとして尊敬できる人が多いからこそもっとやろうとか、こんだけすごい人たちいっぱいおるのに自分全然やなっていうのもあったのに、上の人がだんだんこう抜けていって見る背中がちっちゃくなってってるなっていうのはめっちゃ感じるっすね。で従業員自体がもう何人ですか今、30人ぐらいですか分かんないですけど、明らかに数が減ってるんで、小箱の店舗とあんま変わんない人数になってきてんのちゃうかなってめっちゃ思うんですけど、できついっすよね普通に。だって想像以上に崩壊していたレオの内政。非常にまずいなと思いました。もう男の子たちが諦めてます。制約なんでもうね、もうここに意味ないやみたいな。でエン君とかもなんかこう今やってても自分たちが頑張ってて上は頑張ってくれてないしみたいな、もう未来見えてないんですよね。もうこのままいったらじゃあエン君も辞めると思うんですよ。で店舗内見ててもねスカスカだったりとかするし、さっきヒロ君も話聞きましたけど何をすればいいのか分かんないし、これからどうすればいいかも分かんないしっていう、だからもう要素も未来が何も見えてない。どうしていかなきゃいけないんですか、これやっていきます。じゃあまず一番やらなきゃいけないのはもう本当にトップが考え方変えてそれに対して改革入れていかないとダメだと思います。だから自分は本当まゆさんと翔太君にはそこを話したいなと思ってます。何が起こってからやる100手よりも事前にやる1手の方がはるかに大事なんですよ。レオがいい時のタイミング、その事前にそう起こるだろうということを1手打たなかったおかげで今この事後の100手をやらないといけないんじゃないですか。だからそれも踏まえてちゃんと話ができたらいいなと思ってます。どうです。そうね、今回ちょっと緊急で初めてレオがから外れた光景を見て、これまずいなと思って、実際今レオがどういう状況なのかなと思って、他は伸びてる中でレオが伸びなかった理由とかって何かあるんですか？キャストの中でも結構こう中心核になる人物が何人か、心も疲弊してしまってたりとか、結構この執念好きでもあったんで、燃えようぜっていうそのスイッチ入ったのが遅すぎたっていうのも引っ張りきれへんかったなっていうところも反省点の一つ。今までレオ、6,7 年いてるんですけど、僕が見てきた中でも史上最低の執念好きだったかもしれないです。店全体の盛り上がりだったりとか執念にかける思いを、なんやったら女の子たちからも前やったら感じてたのに、寂しい執念好きやったなっていうか、レオ入ってまだ間もない男の子がその執念盛り上げようぜっていうのをやってくれたんですけど、いや長くレオに在籍してる男の子たちの方が熱量が薄くて、なんかこれ相手にかけすぎやろっていうのはやっぱ思いましたね。で実際に話を聞いた中で、俺が一番印象的だったのはせいや君がもうレオ辞めたい、自分が思ってキラキラしていろいろ教われる世界なのかなと思ってきたけど、上の人たちが遅いし早い時間自分がお客様呼んでも仕事しないし、向いてもいなくても意味ないよねみたいな。本当に状況が良くないなと思ってて、僕的な見解で言うと、もはや不在なんですよ。数字ですら存在感もないし、このままだと本当にまずいなと思っていて、レオってエリゴロの象徴であって、リリオンとかリタすごいねって言われるけれども、俺らが存在しているのはレオのおかげだよねっていう思考はやっぱりリリオンもリタも持っていて、そのレオが陥落するってこのエルコレにとっても相当衝撃的というか、もうダメージがでかいこと。でヒロ君話したんだよさっき俺。ヒロ君もちょっと怠けてたじゃん正直なところ、何もしてないっすみたいな感じだったの。やるべきことを何も理解してないってすごいなんか問題だなと思ってて、僕もまゆさんも、もう全然もう1年以上前から、彼らにロードマップは提供してますし、知らないとか分からないっていうのは絶対おかしくて、おかしいよね、僕はそんな背中見せてきてないはずやのになって思うんですけど、できるだけみんなのために現場で動き回ってんのに、なんでこうも怠けんねやろなっていうのは僕も不思議でたまらんくて、レオへの貴族意識をしっかり持たせるっていうところも今まで僕ができてなかったところなんですよ。今から一人一人注入していくっていう感じです。正直今の話だと刺さんないですよ、マジで刺さんないですよ。それだと自分はその話し方しないんで、貴族意識がどうのこうのとかそういう話はしないです。
ノアにもそうだしシュンにもそうだし、リリオンの男の子たちで他のリタの男の子たちでもすごい慕ってくれてます。なぜか分かります？その子に未来を伊月さんが作ってあげるからです、俺はもうその子の人生の全てをそこに思いながら話してるんで、もうそこだけなんで、ずっとレオのためにいてくれるわけじゃなくて、レオが離れていくじゃないですか。今自分たちがしなきゃいけないことは何なんて話。ぶっちゃけて言うと俺ホスト業界にそういうとこがすごい嫌い。翔太君が翔太君のままなのも嫌い。見てるの嫌だ。いずれ変われる、このままいくと。輝いたの今だけ。もっと輝かせる自信あんのかって。ありますって。俺ある。もっと輝かせる自信ある。俺がそこに行くんじゃない。俺翔太がそこに行かせられる。それがない。フォロワー100万フォロワー行かせたい。誰もが知ってる翔太君にしたい。そう思うのが愛じゃないのって俺は思う。レオの男の子たちが愛を受けてるとは思えない。ホスト業界の搾取の構造を変えたい。その思いからリリオン、そしてリタを作った軍神キャストの未来を本当に考えているのか、そう問い詰める。僕だって翔太君もしっかりレオの子たちの人生考えて僕は向き合ってますし、でもそれがやっぱり弱かったし、つもりだったっていうところがでかいと思ってるんで、それを自分でも反省して、しっかりこれからもっともっと本当の意味で向き合っていきたいっていうふうには思ってる。俺らがやるべきことを導くことなんで、何を導くのって別に売り上げ上がることを導くとかじゃなくて、男の子たちの未来をちゃんと導いていかないとこれからホスト業界良くなることはない。だから俺は本気でそれを変えたい。でその一番変えなきゃいけないところはレオ。レオに入ったらみんな輝いて社会に出て、さらにそこから輝いて経営者とかになって、そういう人たちがどんどん増えてくれれば、その人たちがホスト業界の認知を変えてくれる。それを一番やんなきゃいけないのは正直なところリリオンとかリタじゃないんだよねって。俺はそれを掲げたけど一番やらなきゃいけないのはレオだよねって。軍神の思いを聞いて涌井に対する本音を翔太が語り出す。マジでほんまにもっと危機感感じてほしくて、現場におったら分かるんですよ。僕毎日いるじゃないですか。僕がレオにいることって、レオエルコレに恩があるから、僕が次のステップだけじゃ僕が自分のためになんか輝くってなったら俺もっとでかいステージ行った方が絶対輝くですもん。でも自分だけのために働きたくないからここにいて、もっとレオを守りたいし、レオがスポットライト浴びてほしくているんですけど、マイさんすっごい人なんですけど、毎日いないし、それは仕方ないですよ。名古屋の店舗を持ってて名古屋のもう2号店舗目出ちゃうって、俺メディア見て知ったし、じゃあなんでそれ言ってくれへんかったのとか寂しさもあるし、じゃあ現場どうするのってなった時に、俺一人じゃ無理やってって、一人一人とこう個人面談なんか俺がし始めてもやっぱちょっとプレイヤーだし、なんか翔太さんと思われちゃってるし、遠いし、運営陣があまりにもレベルが低すぎる、弱すぎる。翔太君が個人面談をしてるわけではないよ、もちろんそれは俺がやる。いや足りひんですよマジで、絶対。もう今の状態でもここで割れちゃってるんですよ。今この状態でレオがうまくいくわけないですよ。レオの未来を作る2人がバラバラ。そんな現状に軍神は、前さんと翔太君と話してみてどうでしたか？いや相当まずいですよね。これからホスト業界で変わっていかなきゃいけないんですよ。自分も昔は売り上げ上げていかなきゃダメだよねって売り上げ至上主義の部分もありましたけど、でも根本一番大事なのは理念なんですよ。リリオンリタでも言ってるんですけど、もう売り上げ追うなよと、理念とミッションを追えと。ミッションっていうのは達成すべきことじゃないですか。達成すべきことを達成するためにお店を構築していくのに、売り上げというもので構築していったら、じゃあミッションは売り上げじゃんお前らって話じゃないですか。いやいや、リリオンだったらプレイヤーの未来を作る、運営ナイキの未来を作る、ホスト業界の未来を作る、この未来を作るためのものをどんどん教育だったら落ち込んでいったり店舗作りをしていきましょうね。そしたら未来を作りたいと思っているプレイヤーが集まるし、運営ナイキも集まって売り上げ上がっていくよね。売り上げは副産物であってメインはミッションだよっていうところなんですよ。だから売り上げ至上主義はダメなんですよ。いやレオがどこを目指してるんですかなんですよね。あなたたちのミッション何ですかと。そこで何が問題かというと、レオって強いじゃないですか、ここが。
売り上げあるやつってやっぱり頭の回転力だと言葉うまいじゃないですか、そういう人間が牛耳ってこのお店をプレイヤーが支配し始めるともうとうとう終わりです。自分がやりたいようにやり始めるんで、そうしたら真面目にやりたいっていう男の子が去っていきます。逆に円君とかせいや君みたいな真面目な子、夢や希望を持って来てる男の子が逆に去っていくんですよ。 iPhone とかもそうですけど、お客様のために何のためにそれが存在してんのじゃないですか。お金を稼ぐためにその商品作ってるわけじゃないんで、誰かの幸せのために作ったものがお金として利益になるわけであって、ホスト業界としてレオが何をしていかなきゃいけないのっていうところをちゃんと明確にすることですよね。それからマヤさんがしっかりそこを作ってキャストに落とし込んで、そこに当てはまらないキャストはもうやめてもらってもいいよっていう方向にしていかないとレオは良くならないと思います。はい、それでも残りたい、みんなでやっていこうぜに変えられたら最強になるんじゃないですか。はい、そこが今やらなきゃいけないことですね、レオが。はい、今変わってきてる。今までのホストクラブはもう否定されてるんだよ。レオにその利他精神はあんまいらないから、お金も生きていけるぐらいあればいいですって、僕は人のためになんか動ければいいですっていう店舗に必要だと思う。ホストクラブ楽しく働きたいみたいなのもあるじゃないですか、別に成長したいと思ってボスやるやついないですよ。